こんにちは、月島です。今回からイコライザープラグインの FabFilter Pro Q3 をレビューしていきたいと思います。このプラグインがどんな機能を持っているのか、またこのプラグインがなぜ人気があるのか、その理由に迫っていきたいと思います。もちろん私も手放せないプラグインの一つです。Pro Q3 の機能が豊富で内容が熱くなりましたので3回の動画に分けました。第1回目の目次です。FabFilter Pro Q3 の豊富な機能、バンド設定、9つの EQ カーブ、ゲイン Q、MS 処理、インターフェースについて、最後にまとめと次回予告です。それではFabFilter Pro Q3 の豊富な機能について見ていきたいと思います。Pro Q3 は基本的にイコライザープラグインです。ただ他のメーカーのイコライザープラグインと比べると明らかに多機能ですので、整理しながら見ていきたいと思います。1、イコライザー、2、アナライザー、3、ダイナミックイコライザー、4、リニアフェイズイコライザー。例えば Waves のプラグインでこれらと同じ作業をしようとすると、イコライザー、REQ、アナライザー、パズアナライザー、ダイナミック EQ、F6、フローティングバンドダイナミック EQ、リニアフェイズ EQ の4つのプラグインが必要になります。Pro Q3 はこれらが一つにまとまったお得なプラグインとも言えます。次は基本のイコライザーとして使用する場合の機能を見ていきたいと思います。まずは基本となるイコライザーとしての機能です。Pro Q3 のインターフェースはグラフが全体に表示されている感じです。下の欄の表示が0レイテンシーになっていれば普通のイコライザーの状態です。例えば 500Hz をイコライジングしたいと思った場合、その付近をダブルクリックします。するとその場所にイコライジングポイントが設定されて細かく操作ができるようになります。イコライザーの基本であるフリクエンシー、ゲイン、Q を操作するつまみがパネル中央にあります。表示されている数値をダブルクリックするとキーボードで数値を入力することができます。また設定した周波数帯のところに表示されている窓はマウスのカーソルを離すと消えます。再び表示させたいときはポイントの近くにマウスのカーソルを持っていきます。ヘッドホンのアイコンにマウスを持っていきクリックし続けるとポイント周辺の音だけを聞くことができます。実際に操作してみたいと思います。またイコライジングポイントは最大でいくつ設定できるのか分かりませんが、常識的な範囲内で自由に増やすことはできます。次は豊富に用意された EQ カーブについて見ていきたいと思います。EQ カーブを9種類の中から選ぶことができます。ベル、ローシェルフ、ローカット、ハイシェルフ、ハイカット、ノッチ、バンドパス、チルトシェルフ、フラットチルト、さらにカットフィルターを選択した場合、選べるカーブの種類も豊富にあります。ブリックウォールというバッサリとカットするカーブも選択可能です。ブリックウォールで再生してみたいと思います。バイパスで再生してみます。次はゲイン Q について見ていきたいと思います。Pro Q3 には
ゲイン Q という機能があります。ゲインと Q の間にある歯車のマークをクリックすると設定されます。ゲインと Q が連動して動きます。次は MS 処理機能について見ていきたいと思います。ProQ3 は MS 処理などにも対応しています。パネルの右側のボタンを押すと5パターン用意されています。上からレフト、ライト、ステレオ、ミッド、サイドです。レフトを選択すると左側だけ、ライトを選択すると右側だけイコライジングするといったことが可能になります。例えばローカットでライトを選択すると右側のチャンネルだけ 500Hz から下をローカットする設定にできます。再生します。バイパスの状態で再生します。500Hz をベルでミッド中央だけ 12dB カットしてみました。再生してみます。バイパスで再生します。このような感じでそれぞれイコライジング処理したいエリアを指定して作業することができます。次はプラグインのインターフェースについて見ていきたいと思います。ProQ3 のインターフェースについて上部から見ていきます。Redo Undo ボタンです。一つ前に戻ったり進んだりできます。その隣が A、B コピーボタンです。2つのパターンを比較したりイコライジングポイントをコピーすることもできます。その隣はプリセットです。様々なパターンを選ぶことができます。下側の右端は全画面表示するボタンです。下部について今回は右下のアウトプットにのみ触れます。ここではパンニングとオートゲイン、位相反転、レベルメーターの表示、非表示の設定とゲインスケールという全バンドのゲインを一括で操作することができるスライダーがあります。それ以外の項目はまた次回以降の動画で触れていきます。次はまとめと次回予告です。いかがだったでしょうか。基本的なイコライザーの機能をレビューしただけでしたが、結構なボリュームになりました。豊富な機能が用意されているのは素晴らしいですが、滑らかな動きと見やすいインターフェースというのもこのプラグインの魅力だと思います。次回は私がとても信頼している ProQ3 のアナライザー機能について詳しく見ていきたいと思います。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。